やりがいみたいなものを感じて、もっと頑張ろうって思いますね。踊りだったりお酌、あとお座敷遊びなどカジュアルにお座敷文化を体験することができます。最近では海外のお客様などにもたくさん呼んでいただきまして、日本の思い出を作っていただいております。振袖さんに会うためにはどこへ行けば会えるんですか？トシジャパンチャンネル。本日は浅草振袖の加崎さんにお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。浅草振袖の振袖さんというのは何でしょうか？はい。浅草から世界へをコンセプトに約40年ほど前に浅草に誕生いたしました。今は宴席だけでなく、パーティーやイベントなどでもたくさんの方に呼んでいただいております。今、宴席やパーティーということだったんですけれども、そちらの宴席ではどのような活動をされてるんですか？踊りだったりお酌、あとお座敷遊びなどカジュアルにお座敷文化を体験することができます。最近では海外のお客様などにもたくさん呼んでいただきまして、日本の思い出を作っていただいております。海外の方ご覧になって、どういうことをおっしゃってますか？そうですね、やっぱり素晴らしい、素敵だって言ってくださる方もいらっしゃれば、君は忍者なのかいみたいな。全然忍者と違いますよね。いろいろ面白いご感想いただくことが多いですね。皆さん楽しまれてるということですね。はい、すごい嬉しいことです。昔の文化みたいなのを体験することって日常的にできないですもんね。そうですね。私もこのお仕事を始める前は、もうこの仕事知る前は、全く知らない世界でしたので、私もお勉強まだまださせていただいております。加崎さんが振袖さんになったきっかけっていうのは何なんですか？実は私、18歳から21歳まで浅草で人力車を引いてまして。浅草の人力車を引いていて、今は振袖さんをされている。そうなんです。20歳ぐらいの時ですね、コロナが流行った時に、その振袖さんのことを知りまして、お座敷遊び体験ができる振袖茶屋という、ちょうどここのね、十和田さんでやっているイベントがあるんですけども、人力車の元上司にそこに連れてきていただいて、そこで初めて振袖さんという文化を知りました。それがきっかけですね。ご覧になった時に、私もなりたいって思われたんですか？いやー、最初は憧れたんですけど、私にできるかなって思ってドキドキでした。そうですよね。何かその日本舞踊であるとか、いろいろとこうマナーという言い方が正しいかどうかわからないですけれども、見てても非常に難しそうな感じしますもんね。そうですね、こんな上品に振る舞えるかしらって、当時の先輩方を見て思いましたね。お稽古事というのは何を勉強されるんですか？今はお昼に週に2、3回ほど踊りのお稽古に行っております。今はでは、踊りのお稽古だけをされている、そうですね。ということですね。難しいですか？そうですね。最初はもう泣く時もありましたね。でもやっぱりできることが増えていくと、何事でもそうですけど、やっぱやりがいみたいなものを感じて、もっと頑張ろうって思いますね。楽しいですか？楽しいです。その衣装であるとか、お化粧であるとか、何か、男性だからよくわからないんですけれども、大変なのかなと思うんですけど、いかがですか？毎日お化粧されたりして。そうですね。お化粧も、新人ちゃんからベテランちゃんまで個人差はあるんですけども、私は比較的早くて、15分から20分ほどでお化粧は終わります。早いですね。
先ほどもお聞きしたんですけれども、振袖さんになる前は、人力車を引いてらっしゃった。そうなんです。女性で人力車を引くってとても大変そうに思ってしまうんですけれども、そうですね。いかがでしたか、その時は。私も、実は高校生の15歳から18歳まで、地元の秋田県でご当地アイドル活動をしてまして、そうなんです。デビュー曲がきりたんぽロマンスって言うんですけど。ご当地ですね。ご当地ですよね。その当時からその観光業にすごく惹かれてまして、その時に人の紹介で、その人力車の仕事があるよって言われて、最初は内勤系かなって、こう、中でカタカタパソコンやったりするのかなって思って、履歴書を持って行ったら引く方でした。そこで躊躇なく人力車を引く車夫になろうと思われたんですか？もうこれも何かのご縁だと思って腹くくろうと。はい、飛び込みましたね。それがきっかけですかね。重いものを引っ張るような何か力強さというのはあまり感じないんですけれども、体力的に大変だったんじゃないですか？そうですね。当時はいくら食べても太らなかったですね。あれ引っ張ってお客さんを乗せて引っ張るってかなり辛い仕事なんでしょうか？でも頑張った分だけ結果が見えるので、やりがいを、そっちの振袖の話にもなっちゃいますけど、やりがいを感じるお仕事が好きなので、とても楽しかったです。あ、そうですね。秋田から東京に来られて、浅草でお仕事されて、浅草で人力車を引っ張ってらっしゃったということで、浅草は詳しいですね。ちょっと、まだまだ浅草の先輩方には勝てません。そうですか。浅草いかがですか？楽しいところですよね。そうですね。やっぱりお寺や神社などの歴史的な建造物がありながらも悲しい歴史だったりとか、様々な、なんて言うんでしょうね。こう、側面があるので、とてもお勉強になる街だなって思います。先ほどその秋田でご当地アイドルをされていたということだったんですけれども、その辺、もう少し詳しく教えていただけますか？15歳の高校1年生の時に、地元の秋田県大館市で、ご当地アイドルを作りますっていう張り紙を見て、オーディションを受けましたね。それまでは全然普通の女の子でした。そうするとその活動が今の浅草振袖の活動につながるといえばつながる部分もあるんでしょうか？そうですね。地域おこしだったり、その街の良さとか観光というものに触れるきっかけになったのは間違いなくそのアイドル活動かと思います。わかりました。秋田にいらっしゃった時は何かご趣味とかスポーツとかされてましたですか？私、コーヒーや紅茶がすっごい大好きで、ちっちゃい頃から変な子なんですけど、ティーカップとかヴィンテージのカップを集めるのが大好きだったんですよ。コーヒーも飲んで。はい。コーヒーミルでカリコリカリコリ。中学生の頃からやってました。自分でコーヒーミルでコーヒー入れるんですか？そうなんです。カリタの手で引くやつがあったんですけど、この度30脚超えまして。ご趣味はではコーヒー系ですかね。はい、コーヒー、紅茶、もちろんお酒も。お酒も秋田だとね、お酒強いイメージが。弱いです、弱いです。そうなんですね。秋田にいらっしゃった時はスポーツとかされてましたですか？雪国なので、ちっちゃい時はスキーやスノーボードのスポーツ少年団に入ってました。神崎さんが振袖さんのお仕事をされていない時、日常、普段はどのようなことを楽しまれてるんですか？そうですね。先ほど趣味のお話でもあったコーヒーや紅茶はもちろん、ちょっとお酒もたしなんだりしております。お酒を飲みに行くのはお好きということですか？はい。浅草は美味しいお店屋さんがたくさんあるので、ちょっとこれも勉強って言い訳つけて。そういうことですね。何か食べ物でお好きなものってありますか？そうですね。
ありがたいことに嫌いなものがないんですけども、最近はいぶりがっことクリームチーズがああ、それも秋田のものですよね。そうですね。いいですね。確かに、スモーキーな感じとチーズは合いますもんね。大好きです。振袖さんに会うためにはどこへ行けば会えるんですか？そうですね。振袖さんに会うには、ででででででで。お電話で呼んでいただけると、お店側が OK でしたらどこにでも行きます。私一番遠いところで富山県まで行ったこともあるんですよ。私たち浅草振袖、ホームページやインスタグラムがあります。そちらにお問い合わせいただくか、月に数回こちらの浅草十和田さんにて、振袖茶屋というイベントをやっております。お気軽にそちらに遊びに来ていただけると幸いです。わかりました。はい。これからもその踊りとかぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。いっぱい頑張ります。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録お願いします。Thank you for watching. Please like and comment on the video and subscribe to my channel. See you next time.